お羊座の皆さん、こんにちは。今回はこちらを見てくださっているお羊座の皆さんに間もなく起きる急展開というテーマでカードリーディングをさせていただきますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずお知らせですけれども、私が作成させていただいたオリジナルイラストのグッズや携帯待ち受け、LINE スタンプがこの度発売されております。すでにご購入していただいた方もいらっしゃいますが、この場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございます。早速、本編にね進みたいと思いますが、今回はこちらのタロットカードとオラクルカードを利用してご自身でもまだお気づきになっていないような心の奥の深いところも見てまいります。まず現状のお羊座さん、そしてこの度のテーマのお羊座さんに間もなく起きる急展開、そしてアドバイスという形で2枚ずつタロットを引かせていただいた後に、さらに深掘りで間もなく起きる急展開に対してのアドバイスなどをオラクルカードからも見ていきます。それではスタートです。はい、それではですね、まず現状から見ていきますので、1枚ずつタロットを引きますね。こちらとこちらです。はい、じゃあこちらから見ていきます。せーの。はい、死のカードです。そしてせーの、吊るし人が出ました。はい、まずですね、すごい悩んだりしたことはあったのかなっていう感じなんですけど、吊るし人が出ているので、ご自身の中でもうどうにもこうにもいかない、もう考えてても拉致開かないみたいな風に思われていたようなね、現状をお過ごしだった方もいたかなという風に思いますね。で、お人によってはそういった中でお仕事の面で言うと、オーバーワークですよね。ちょっと疲れちゃったなとか、もう本当に体しんどいわっていうような状況であったりとか、自己犠牲的なお気持ち、自分はいいからっていう風に良かれと思ってやっていたんだけれども、その延長線上でやっぱりね、ご自分がそういう風にね犠牲になってるっていう言い方もあれなんですけれど、頑張っていたりとか、お人に対して良かれっていうようなことをやっていても、その周りの人はあんまりそういったご自分のされているようなことに対して気づいていなかったり、あんまり理解してなかったりっていうようなところでのギャップ、ご自身が本当にこんなにやってるのにっていうようなね、お気持ちの中でのそのもがくような苦しさであったり、なかなかちょっと分かってもらえないなっていうようなね、そういうね、優しいことがちょっと伝わってないみたいなね、いいよっていう風にやりすぎてしまっている部分で、周りがちょっと麻痺してしまっちゃったみたいなね、そういう風にちょっとそれがね、もう自分の中でどうしようもできないぐらいに、もう収集つかない、こらえられないみたいな、そういうお気持ちの中で、もういいやっていう風にちょっと吹っ切った。もう本当にもう自分の在り方とか、今までのそういう言動とか行動とかもそういうものを全部やめようっていうぐらいに、ご自分が何かすごくね全てを終わりにしようとしたようなこと、全てっていうのは何事も終わりにしようとかそういうことではなくって、そういう自分の中であんまり自分の本質と一致していなかったこと、本心とはちょっと違うような言動をしていたことに対して、もうやめよう、人に好かれようとするのもやめようとかね、ありのままの自分で OK っていうような気持ちですごくね、何かを解放したようなことが現状終わりだったのかなっていう、すごくね前向きなね、いいスタイルに自分が変換しているようなことっていうのが起こってきたのかなというふうに思います。で、何かが終わりを告げるっていうことは、新たなご自分がスタートするっていう流れもあるので、そういうふうにね、もう自分をオープンにしていこうっていうことで、
急にね気を使わないっていう風に決めて、本当に気の合う人だけに付き合っていこうとかね、そういう風に決められたようなことであったりとか、すごくねこう方向性がポジティブに変換しているような流れ、今まではすっごく大変だったけどもう大変とかって思うのやめたみたいな感じでですね、ご自分の気持ちがすごく楽になったよっていうようなことがあったりとかね、その前に進む時っていう風に感じて手応え的に進んでいる方も現状としてはいるかなというふうに思います。でその中でね、恋人とかパートナーとか、そういうなんかこうズルズルしていたような関係性をもうこのタイミングで終わりにしようっていう風に決めてですね、関係性を新たな関係性に向けてご自分が軌道修正しようっていう風にしてる方もねいるかなっていうのがこちらから感じますね。なのでお仕事だけに限らず、そういう私生活全般で何かね終わらせよう、もうそういうあり方、自分が遠慮するあり方はもうやめようっていうようなねやり方で何か過ごしているのかなっていうところですごくいい流れを感じますね。こういういい流れの中で、これから間もなく起きる急展開という部分を見ていきたいと思います。はい、こちらですね。まずこちらと、はい、そしてこちらです。こちらです。じゃあせーので見ますね。せーの。ワンドのページと、せーの、はい、ペンタクルの5番が出ています。はい、何かね良い知らせであったり急なお誘いであったりとか、こういうこと一緒にやってみないっていうようなね、そういう思いもよらなかったポジティブな出来事っていうのがこれから間もなく起きそうな急展開としてやってきそうな、ことですね。そういうふうにいい知らせが来るっていうふうにね、まず1枚目にそういったことがありそうです。というのもやっぱりねご自身の中で何か一区切り終えた、何かが終わったよっていうような流れの中でエネルギーがやっぱりこう空いたスペースができたんですよね。その空いたスペースの中にご自身の、望んでいたことであったり嬉しいなっていうようなお知らせ的なことがやってくるよっていうことなんですね。でその時にもしかしたら例えばだけどいくらかかるかもしれないっていうのはお金の心配をしてしまうようなことっていうのが若干あるかもしれないんですけれど、ご自身のお気持ち、純粋な気持ちの中で、できるかやれるかっていうのを考えながらですね、やっぱりそこは進めていく必要があるかなと思うので、そこに関してはちょっと後からのアドバイス的な部分で深掘りをしていきたいなというふうに思うんですけれど、やっぱりねこう冒険心が湧いてくるようなね、こうなんかやってみたいっていうようなお気持ちがすごく強く出やすい時期に入ってきそうですね。でそういうお誘いとかいい知らせが急展開でやってきそうなので、ご自身のそういうふうにやってみたいなっていうようなお気持ちとお知らせが来るってことはもうシンクロですよね。そういう嬉しいことがシンクロで起こるっていうことは、ご自分の希望と本質がやっぱり一致してるからこそ願いが早く届くっていうことなので、やっぱりねこのお金の心配さえなければっていう部分もね見え隠れしている部分としてはありますよね。で早速ねちょっとアドバイスを深掘りでねちょっと見ていきたいと思います。まずこちらと、もう一枚ねアドバイスカードを引きます。はい、こちらとこちらはテーマ、そしてキーワードを見ていきたいと思います。こちらです。で今日はねちょっとまずキーワードから見たいと思いますね。キーワード見ていきます。せーの。はい、ジャスティス、正義です。はい、やっぱりね自分の意思を貫いていくような時ですよね。やっぱりこの一本のねまっすぐに
立っているこの剣があるわけなんですけれど、やっぱね、ここぞ言わなきゃいけない時は言わなきゃいけないし、やらなきゃいけないことはやらなきゃいけない時っていうところがね、ご自身の意思を貫く時っていうのがやっぱりキーワードになっています。で、いろんな心配事や不安とご自身のね、そのやりたいなりたいっていう部分で衝突してしまう、ご自分の気持ちがねちょっとぶつかってしまうようなことがあったとしても、しっかり自分はどうしたいのか、自分が本当にね最終的にはどうしたいのか、これ正義のカードですから、決められたこと、ご自分が決めた結果に関してはその決めたことが正しく作用する、最終的には勝利というようなねメッセージ性を含んでおりますので、どちらにしてもそういったお知らせがあったとしてもちょっと今時期じゃないなっていうふうに感じられた方もいると思うんで、感じられる方もね急展開でもし起こったとしても、感じられたことをそのまま正直に、ページですから、ワンドのページですから素直に表現するっていうことがねとっても大切で、絶対にいい知らせ、自分がやりたいと思っていたことがいい知らせだったから絶対にやらなきゃいけないんだっていうことでもないのでね、やっぱりそのいろんなことを、状況を見たりとか、ご自分の中で最終的な判断、正義ですから最終的な判断をするっていうことは大切です。で、今が時期じゃないと思った時は素直にそういうふうに自分の気持ちを伝える、それが最終的なご自分の勝利につながっているよっていうことですね。で、お気持ち的に本当にやりたいっていう気持ちがもう100、もう揺らがないっていうような風なお気持ちがあれば、その気持ちで進むと最終的にそれが勝利っていう風にね伝えてきてくれていますから、やっぱりねご自分の意思を貫くっていうことが大切で、しっかりとね熟考っていうんですか、そういう風に考えてね、深く考えて決断を出す、そして細部まで注意深くねやっぱり見ていくっていうのが大切なポイントになってくるかなっていうふうに思います。なので大切なのは周りの意見、周りがこう言ってるからすごくいいじゃないっていうふうに周りが言っているからするのではなくって、ご自分が本当にそうしたいからこそするんだっていうことですね。そうでなければやっぱり不安を共にね連れてってしまうことになりかねませんから、やっぱりそうじゃんっていうようなその自分のね心配事とか不安を持っていたことの結果を見てしまうような流れになってしまいますから、必ずねご自分が決める、人に何かを聞くのではなくて、ご自分が感じたこと、ご自分が最後まで考え抜いた結果こうしましたっていうような流れをしていくことっていうのがですね、結果的に勝利につながっているっていうことを伝えてきてくれてますから、ぜひご参考にしてください。これがねキーワードになってます。そしてアドバイスがねちょっと重要なんですよね。アドバイス見ていきます。せーの、はい、まずカップの2番、そしてせーの、はい、こちらが女帝のカード、そしてせーの、はい、おー、豊かさ、素晴らしい、もう本当に素晴らしいですね。はい、まずねカップの2番ですから、やっぱりね急に惹かれるような方が出てくることもあるかもしれないですね。やりたいとかなりたいっていうのももちろんそうなんですけれど、純粋な気持ちでこの人といたらすごく幸せだろうなっていうような出会いがあったりとか、あとはちょっとわだかまりを持っていたような方との解決っていうのもあるかもしれないんですね。で、いろんな意味で何か不安が出てきたりとか、ご自身の中で今こういう風にいきなり急に仲直りしたいとかっていう風に言ってきてるけど大丈夫かなみたいなちょっと不安が出てきたりとかっていうことがあったとしたら、この人が仲直りをしたいっていう風に言ってきているからご自分が仲直りをするのではなくって、しっかりとご自分の意思を貫くっていうことが大切です。キーワードですからね。本当にねいろんなこと起こってきます。多分そういう風に疎遠だった方がいきなり連絡をしてきたりとか、そういう風にいきなりいいなと思うような人と出会って自分大丈夫かなっていうようなね、ちょっとお金の心配をしたりとかね、これからどういう風に人生設計していこうとかっていう風に思ってしまったりとかってことがあったにせよ、
その人のことを考えるのではなくて、まずはご自分の状況をしっかりと見る、それが大切なポイントになってくるよっていうことを言ってくれてますから、人間関係の中で何かが起こりうることも若干ありそうですね。カップの2番が出てくださってるので、争ってたようなことっていうのはもう終わっていくような流れっていうのは若干起きてくるかなと思いますから、あんまりそこにもしね不安を感じないでですね、ありのままに受け入れるっていうことも一つアドバイスでありまして、やっぱり女帝ですからね、器を広げるタイミングなので、どうしても許せないよっていうようなことがあったとしてもですよ、なんで自分が許さなきゃいけないんだよみたいなことがあったとしても、でもそれが自分にとっての器を広げるチャンスなんだっていう風にね、心の潜在意識下の中とか湧き上がってくる感情の中でそうだよなっていう風に思うような瞬間があったら、そうするべきですよっていうようなね、そういうニュアンスでのメッセージになっています。あとはやっぱり行動を起こす時っていうのは女帝のカードでね、やっぱり一番伝えてくれてるタイミングで、贅沢、自分の中で今までよりもちょっと贅沢だなっていうような暮らしができるような成功のタイミングっていうことも、この時期ね、このタイミングがそういう時期なんだそうです。で、ペンタクルの5番が出てますから、多少の不安が今あるにせよ、やっぱりこの先はご自身が何か行動を起こすことによって、そうやって経済的な安定というものがですね、やってくるタイミング、アバンダンスもそうですけれど、やっぱりね、豊かさっていうのをやっぱり見ていくようなタイミングなんだそうです。なのでそういった意味でもね、努力が報われる結果になっていったりとか、ご自身の中でね、愛を感じられるような瞬間っていうのが増えてくるタイミングでもあるのかなっていうふうに思います。だからまずはね、ご自身の中でどうしても行動ができない、まだ行動が伴わないよっていうような方もいると思うんですけど、そういうふうに思ってしまう時っていうのは、やっぱりね、ご自分の中に他の人が同じようにね、豊かさで満ちているように、ご自身もね、豊かさで満たされる、受け入れる権利があるんだっていうことをまずは腑に落としていく。ご自分は豊かっていうものに対して無条件に受け入れますよ。豊かさ、ポジティブな豊かさをもう存分に受け入れますっていうようなね、器ですよね。女帝の器と、そしてこのアバンダンス、豊かさの、そういうね、豊かさをどんどんと受け入れていくんだ、私は受容しますよっていうのアファメーションを唱えるっていうのがね、必要になってくる、重要になってくるかなっていうふうに思います。そういう準備を、今準備段階を迎えるタイミングなんだっていうことも知っていただきながら、急にね、何かが起こりうるいい知らせとか、そういう復縁とかね、喧嘩別れしたところでの、仲直り的なことであったりとか、そういういきなり何か行動的なことが起こった時に備えるという意味でも、常日頃ね、時間がある時に、私は宇宙の豊かさをね、ポジティブな豊かさを受け入れますっていう風にね、アファメーションするのも一つね、すごく重要だと思います。で、夜寝る前にお気持ちを整えてね、休んでいただくとね、それだけでも十分エネルギー的な部分での変換みたいなものは起こり得ますから、ぜひね、そういう風にご自分の一人になる時間にね、アファメーションを唱えていただくっていうようなこともですね、頭の片隅に入れておいていただけるといいかなという風に思います。あとやっぱりね、こういう時期は愛で満たされていくっていう部分がありますので、ピンク色を意識しながらご自身がお過ごしになるといいかなっていうふうに思います。男性も女性もね、年齢問わずピンク色を意識していただくといいかなっていうふうに思いますので、すごくね、柔らかいイメージになるんですよね。柔らかいイメージになりますから、ぜひそういうふうに意識していただくといいと思います。あとローズクォーツがやっぱりね、天然石の中ではおすすめですね。そういうふうに楽しくご自身がこれからね、豊かになっていくんだ、いつなんだよじゃなくて、これから豊かになっていくんだっていうようなね、意識でいろんなことがあったことをですね、今これから形にして努力が報われていくような時期をね、お過ごしになるんだっていうことを意識してお過ごしになっていただくといいかなというふうに思いますので、ぜひ、リーディングね、こちらのメッセージをヒント的にご活用いただきたいというふうに思います。いかがでしたでしょうか。お羊座さんのリーディングは以上になりました。
少しでも共感していただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方もいただけると大変嬉しく思います。それから皆さん、いつもコメントの方も本当にありがとうございます。これからも全部拝見させていただきますが、ぜひ書いていただけると大変嬉しく思います。それではですね、本当に何か急展開で起こりそうですよね。で、お気持ちのね、その方向性の向け方がすごく重要で、ご自身の意思を貫くってことがね、大切な要素になっているかなっていうリーディングになってましたけれども、こちらのリーディングによって最善最高の日々となっていきますように、いつもここから応援しています。それではまたお会いいたします。ありがとうございました。